んな重たい防災ポーチはいりません。はい、真ん中の部分は食料です。で、定番のカロリーメイトと、あと安いおやつな感じのこういうバランスパワーですね。あと栄養感が一つ入ってて、でこれ私がもう常備薬的に龍角散ののど飴を1本入れてあります。カロリーメイトの安い版みたいな感じでバランスパワーっていうのが売ってるんですけど、味的にすごく甘くておやつ感覚が強くて、カロリーメイトはやっぱりご飯感がするんですよ。甘すぎない。お腹空いてる時にどっち食べたらいいかっていうとカロリーメイトなんですよね。おやつ食べたい時があったらこっちのバランスパワーなんで両方入れてますけど、栄養感もこれも2017年まで持つので、これ入れっぱなしになりがちなんですよね。なのでちょっと最近100均で3つで100円で売られてるこっちのコスパのいい羊羹にちょっと変えようか悩んでます。試食してみたいと思います。可もなく不可もなくカロリーメイトですね。この北海道バターを食べてみますね。やっぱりこっちは普通におやつですね。おやつのクッキー食べてる感じで、こっちはなんかご飯っていうか多少薬品の香りもするんですけど、甘さが全体的に控えめで口の中の水分を持ってかれるんですけど、お腹が膨れる感はこっちの方がします。こっちのほんねりと栄養感の食べ比べで、この開けやすさっていうのにもパッケージの開けやすさにもこだわりがありますよね。食べやすい。かもなく不可もなく羊羹です、ちょっと開きにくいかな。よいしょ。ちょっと味の差わからないです。同じじゃないかな、ほとんど味的に。栄養感の方が5年間で、こっちの3個入りの方が2024年だからだいたい1年ぐらいかな。1年で食べられるんならこっちでもあんまり変わらないと思うんですよ。普段使いにはこっちでいいかな。これでだいたいご飯1食分ぐらい。今回補充で羊羹2つとバランスパワー2つとカロリーメイト2つと、あとのど飴を入れておきます。はい、で最後にここにエマージェンシーキットですね。簡易的なものが入ってます。まずゴム2つ、アルコール消毒面が2つ、ハイドロコロイドの傷パッドで、ケアリーグ、ちょっと大きめの絆創膏ですね。で普通の絆創膏で、これが結構大きめな幅広の絆創膏2つで、これ足指サックっていうので、このビローンって長いのが1本で100円なんですけど、それを3分の1ぐらいに切って入れてあります。災害の時とか山歩きの時とかで長距離歩くと足の小指とか痛くなるんですけど、そういう時にこれをつけることによって痛みを和らげるものになると思います。綿棒3本とビニール手袋、自分の怪我の時はつけないと思うんですけど、他人が怪我してその応急処置をしなきゃいけない時とかに手袋があると衛生的に使えるんじゃないかなと思います。EVEX って言って頭痛薬ですね。最近貧血がひどくて頭痛もすごくなっちゃったんですよ。で本当に頭痛がひどい時って全く何もできなくなるので、さすがにその状況だけは脱しなきゃいけないなと思うので、緊急用でイブを、これ2粒で大人1人分なので普通の鎮痛剤にもなるので、何かしら痛みがあったらこれを飲んでおけばいいかなと思いますけど、下痢止めのストッパーとかそういうのは私は持たずに、その代わり携帯トイレを持つようにしてるんですよね。お腹が痛いのはもう出しちゃった方がいいかなとは思ってまして、外ででもどこででもトイレをする方針でいきたいと思います。でこれがエマージェンシーキットですね。バンダナです。
で寒い時首に巻いたりとか、怪我した時に応急パッド的な使い方をしたり、包帯のように使うって、まあ知ってますよね。マスクにもなるし、いろんな使い方ができる。ただこれも実際使うのかなってちょっと悩んではいますけど、入れてあります。はい、コンパクトレインポンチョです。実際使えるのかどうかですよね。ちょっとこれもいっぺん着てみましょうか。みんなだいたい備えがあるんですけど、実際使った経験のある人は少ないであろうこのコンパクトレインポンチョですね。1個100円。今回思い切って1つ開けて、ちょっと人柱になって使ってみたいと思います。ここ下切り目があるので、このまま開けられますね。開けやすい。すごいしっかり圧縮されてる。ちょっとね、腕は短めですね。袖がここまでしかないけど、全身は一応覆ってはいます。防寒対策にはなりそうですね。頭もちゃんとこうやって覆えるので、レインポンチョとしてはまあ優秀じゃないかと思います。身長165センチで比較的大柄な人間が使っても、これですね、腰部分までしっかり隠れる。太ももの部分までしっかり隠れます。急な雨をしのぐのには十分役立つんじゃないかと思います。なのでこれは入れておいたらいいアイテムですね。というわけで携帯レインポンチョは入れておくことにします。どうしてもやっぱり元のサイズには戻りようがないので、使い捨てにはなっちゃうとは思います。ちょっともったいないんですけど、今回の動画がお役立ちになれば成仏するでしょうということで、これはおしまいです。あとこれはまた衛生用品ですね。ヘアゴムと研ぎ抜き。これ100均でトラベルキットでいろいろ入って100円のやつの研ぎ抜きです。針と糸です。もうすでに糸を通してある針をぐるぐる巻きにして仕込んであります。あと待ち針も何本か。あと安全ピンですね。ヘアピンとカラーのついてる安全ピン。次にこれマッチです。これマッチ箱の横の部分シュッてするところありますよね。そこをハサミで切ってでマッチ数本とチャック袋に入れてしまっております。このチャック袋55枚入りでめっちゃたくさん入ってるんですけど、めっちゃ使いますね。チャック袋おすすめっていうほどでもないんですけど、ライター携帯するよりもだいぶちっちゃいですし、ライターとかってすごい温度が低いところだと使えないらしいんですよ。でガスのものは温度の加減があるんですけど、意外とこういうアナログなマッチの方が使い出があるんじゃないかなって。これで 2g しかないので災害に火使うのかって言われると分かんないんですけど、で自覚はあるんですけど、キャンプする人って多少ちょっと変態の血が入ってくるというか、なんかこういうパッキング大好きなんですよね。アルカイドですね、2つほど入れてあります。こんな感じでカイロとかポンチョとか、エマージェンシーキットで万能なマッチ。これで災害対策を含んだ日常使いのバックインバッグが完成です。はい、こちらの商品は防災ポーチで全然使ってなかったから外したやつとか、重複してるから外したやつになるんですけれども、こちらはUV ローションで、日焼け止めですね。でこれ試供品でもらったし小さいのでいいかなと思って入れてたんですけど、私が全然まめに日焼け止め塗らない人だったので、これはもういらないものと思って外すことにしました。あとコームですね。これも私外出先で全然髪の毛とか直さないかったんですよ。なのでこれも使わなかったので外しました。でこれは面白いアイテムというか、100均で見かけてこれ役立ちそうだなって思ったんですけど、なんかこういう金属の鍵をつけるようなループみたいなのをこうやってくっつけて取るっていう磁石のついた棒なんですよ。鍵とかを溝のあるところとかに落とした時にこれで拾ったらいいんじゃないかな、面白いアイテムだなって思って
アホで入れてたんですけど、まあやっぱり使いませんよね。万が一役に立つかもしれないので、これもまた保留でちょっと出しておきます。で、あとはカッター。これ逆によく使ってたんですよ。使用頻度高かったので、小さなミニカッターってすごく役に立つので入れてあったんですけど、ハサミがもともと入ってるので、ハサミでなんとかなるんじゃないかなと思って重複してるので、まあここはちょっと断捨離ということで抜きました。これですね、これ皆さん防災アイテムに1個入ってる方が多いんじゃないかと思うんですけど、この笛を開けると中に ID カードが入ってるやつなんですけど、これ断捨離したのは私が思うにみんなちょっとこれを持ちすぎてるなって思ったんですよ。で、全く同じ形で同じ見た目でしょ。中身はそれぞれ違う住所とか名前とか書いてあるんですけど、これ自体誰のものか識別しづらいと思うんですよね。例えばなんか災害の時にたくさんの人がみんなで被災してみんなで逃げて、でパニックって荷物とか、あと怪我とかして意識がなくなったりとかしてみんなこれを持ちますよね。なんですけど、これって下手すると隣の人の ID カードと間違えかねないんじゃないかなっていうのが私が今ちょっと個人的に思っている懸念材料なんですよ。防災バッグに入れて被災して、で私とバッグが離れ離れになった場合、これが私のものだって識別する手段がないなと。みんな同じようなの持ってるので、これ私のですってわからないなって思ったんですね。なので今回から取り入れたのがこの写真付きのキーホルダーですね。キーホルダーに写真が入るタイプで、これに私と子供とか家族写真とかを入れて、完全防水ではないんですけども、蓋をよいしょ一回きちんと閉めると、素手では開けられないぐらい圧迫されます。開けるときはなんか尖ったものでよいしょ、蓋をこじ開ければ開いて、でここに自分の名前や住所が書いておいた紙を ID カードが書いてありますと分かるようにして、結構硬いですね。よいしょ。しまった。なるべく薄くしないと結構ちょっと浮いちゃうんですけど、日常防水ぐらいなら大丈夫そうなキーホルダーで子供が迷子になったりとかして、で警察とか行けばなんとかこれぐらい開けられると思うので、これで写真付きの ID ができました。ただこれもそういう用途として売られてるものじゃないので、ちょっとわかるかわかんないんですけど、折りたたんだ紙を入れるような厚みのあるものにもともと対応してないものに入れてるので、結構ギッチギチにはなってます。こっちは私が持って、こっちは子供が持って、それぞれに ID、家族との連絡先を入れるような形にして、でこれをカバンの中に入れるんです。表につけるんじゃなくて中に入れておいて、でもしも何かあった場合、倒れてて意識のない私でもこの写真を見て判断してもらって、子供と引き合わせてもらったり、家族と連絡をつけてもらえるようにしたいなと思います。あと血液型とか特別な病気を持ってる人は特に ID しっかり書いといた方がいいと思います。病院に行った時に血液型のタイプが特殊だったりとか、応急処置とかを少しでも良くするために病歴があったり持病があったりする方はしっかりした ID を持ち歩きましょう。で最後にこれですね、マルチツール。10年ぐらい持って歩いてて、で出先で使ったっていう経験がほぼ0回なんですよ。なのでいざという時にあったらいいと思うんですけど、今回は断捨離して別のところに保管することにします。はい、これらの商品は今回の見直しで断捨離して、で ID の笛の代わりに写真付き ID をカバンの中に仕込んでおきたいと思います。ここの内ポケットの鍵のとこによいしょつけておきます。これでこの持ち物、このバッグが私のものであるっていう顔写真付きの証明ができるのと、あと私がこのカバンを持って被災した時とか倒れた時になるべく早く家族と連絡がつくように、こちらの方を医療機関などで見ていただけたらなと思います。一応お財布の中にも免許証があるので、私の写真付きの名前と住所ぐらいはわかると思うんですよ。
でも問題は夫の連絡先とか離れて暮らす両親とか血縁関係になくてもこの人にすぐに連絡を取ってほしい人とかいろいろ事情がありますよね。でそういう事情をこういう写真付きの ID カードに入れてでパッと見えるところに置いておけば自分が事故を起こしたり何か事件に巻き込まれた時にでもなるべく早く家族と連絡がついたりまた医療機関で適切な治療を受けられるのではないかと思うので、特に持病のある方とか複雑な家族環境、複雑なパートナー環境などをお持ちの方にはこういうカードを作っておくのがおすすめです。はい、ようやくこれで防災用品も含めたバッグインバッグが完成したんですけど、638g というかなり巨大なものができてしまったんですね。当然なんですけど、これをバッグに入れるとこのようにバッグがパンパンになってしまいます。重量測定器 Amazon で1000円ぐらい使ったやつで重さを測れるようになったので、一度これの状態で重さを測ってみます。今 2.440 ですね。散々断捨離をして軽量化を目指したんですけれども 2.5 キロぐらいになりました。で 2.5 キロのカバンを軽いと見るか重いと見るかはその人それぞれなんですけど、私は正直言ってかなり重いと思ってます。で何より辛いのがこのカバンのサイズを使ってるからしょうがないんですけど、カバンがパンパンでこれ以上何も物が追加できないんですよね。もちろんエコバッグがあるので他に追加するものができたらエコバッグを広げて下げればいいんですけど、ちょっとこの状態では使いづらくなっていたんです。例えば私が歩いて電車で会社に通勤する人だったとしたらもうこれが限界値だったと思うんですけど、うすうす気づいてはいたんですよね。私は今田舎に住んでいて、で田舎では大人が1人1台車を持っているので歩いて長距離移動することってほぼほぼないんですよね。で、車があるのに私こんなに重たい荷物を毎日持ち歩く必要があるんだろうかと日々実は疑問に思っていたわけです。防災のマニュアルみたいなものには0次災害持ち歩きポーチ、1次持ち出し用で避難リュック、2次の備えで家への備蓄ってあるんですけど、ちょっとこれは都会の人が発信していて都会の人向けの情報なんじゃないかなっていうことに何年もかかってから気づいたんですね。で都会の人だったらまず徒歩で移動してでそれで避難所に入るっていう想定で備えをするのでそうなると思うんですけど、実はですね全国の避難所って人口のカバーしてないらしいんですよ。防災リュックを作りました、防災リュックを担いで歩いて避難所に行きましたでも全員が避難所に入れるとは限らないんですね。限られた行政が用意してくれた避難所だと、例えば高齢者だったりとか大家族で子供がちっちゃいご家庭だったりとか、あとやっぱり生活弱者と言われる人たちを優先して使っていただく必要があると思うんですよ。で若くて健康で行政支援、行政サービスというものに頼らなくていい、特に車のある田舎の人っていうのはまず0時と1時の間に 0.5 時の備えで車への備蓄っていうのがあると思うんですね。で1時の備えと2時の備えの間に 1.5 の車中泊の備えっていうのがあるってことに私は思ったというか気がついたんですよ。どういうことかっていうと、こんな重たい防災ポーチはいりません。はい、というわけで散々長々防災ポーチの説明をしてきた茶番は何だったんだっていう感じになるんですけれども、ここでニューアイテムが登場します。はい、こちらダイソーのリュックサックダブルポケット500円です。すでにアップさせていただいている動画で500円のボックスタイプのリュックサックっていうものを紹介させていただいてるんですけど、それと同時期に発売されていたこちらのダブルポケットのリュックも実は購入していたんですよ。ただこのリュックサックこれ単体ではそんなにおすすめではないなっていうのが、紐の部分とかの縫製がそんなに強くなくって使い勝手がそんなにいいわけじゃないんですよ。でポケットもここダブルファスナーじゃなくてシングルファスナーなのでいちいちこっちからずっと回さなきゃいけなくて
ここで開閉できないんですよね。安いっていう意味で言ったら、この500円のダブルポケットのリュックも相当安いんですけど、おすすめ度はボックスタイプに比べてそこまで高くないリュックでした。で、このリュックなんですけど、私は車の備蓄専用のリュックとして採用しています。それで先ほどこちらの日常持ち出しのバッグから追い出されたバックインバッグをそのまま、ここの下の段のポケットに入れてしまいます。で、このポケットはかなり大きめになっているので、今までご説明していたバックインバッグが十分そのまま入る大きさです。なので、これを車に常に置きっぱなしにしますので、こっちのカバンは傘とか軍手とかそういう非常時に必要になるもの以外はまるっと空っぽにすることができました。この状態で 1.79 キロですね。1.8 キロに軽量化しました。1キロ弱の原料なんですけど、持ってみた体感かなり軽くなるし、しかも横から見てもだいぶ薄くなるんですね。なのでだいぶ持ちやすいカバンになりました。で、結局子供とか自分の水筒を入れた状態にすると1キロ以上また加算されるので、この状態で結局3キロ近くにはなるんですけど、でもこれで全然軽くて持ち歩きが楽になりました。それでちょっとめちゃくちゃ動画が長くなってる気がするんですけど、改めてようやく登場したこちらの車用備蓄のリュックについて説明していきたいと思います。今までこのカバンに全て詰め込もうと思ってた時って、玄関の近くのキッチンの台の上にこういう形で補充品ストックっていうものを置いておくようにしてたんですよ。それで朝出かける前にこの中からお茶が作れない時とか急いで出る時にもう飲み物1本この中にとりあえず入れておく、おやつも何か1つ入れておくみたいな形で補充してたんですね。ティッシュとか、あとゴミ袋とかで、カバンの中に必要なものはここのストック箱に全部置いておくようにしました。そういえばカバンの中身説明の段階で紹介するのも忘れてたんですけど、このペーパータオルっていうのを入れてます。これはハンカチの代用品でもあり、いろんなことに使えるペーパーになってて、圧縮タオルってあるじゃないですか。ちっちゃくなってる圧縮タオルが避難グッズに入れてる人多いんですけど、あれって水がないと開けないんですよね。なので個人的にはあれどうかなって思ってて、でこれだったら水がなくてももうそのまんま使えるんですよ。私は圧縮タオルよりはこちらのペーパータオルの方が使いやすいなと思ってます。あとアイラップの補充とかマスクとかウェットティッシュの予備とか、あと北海道の予備とか、忘れっぽい私はこういうストック箱を玄関に置いて朝出かける時にチェックしやすくしてたんですね。それではこのカバンの中身を紹介していきたいと思います。じゃじゃーん。あとはよいしょ。カバンの中に入っているのはストック箱2つとストック袋1つです。でこの箱の商品名が積み重ねボックス大深型。ジャンコードはこちらです。で今絶賛多分ダイソー行けば売ってるものだと思うんですけど、この深型ケース丸ごとにこう積み重ねてこのリュックの中に入っちゃうんですね。でものすごい大容量というか収納力抜群なんですけど、こんな感じでカバンの中に入っちゃってます。これはティッシュとかのストックですね。ペーパーハンカチとか、あともう大量にポケットティッシュとか、あとはウェットティッシュとか除菌シートとかで、だいたい上側にあるものがよく使うものなので、1本は必ず純粋なお水を入れてます。あと1本は甘くない飲み物で麦茶とか、1本は甘い飲み物リラックス用で、その時々いろんな飲み物を入れてます。実はですね、100均でお菓子って買います？私昔100均でお菓子を買う人ってちょっともったいないことしてないって思ってたんですよ。100円のお菓子ってイメージ的にすごく高いと思うんですよね。なんですけど、ここ最近ドラッグストアとか行ってもお菓子の値段がどんどん値上がりしてるんですよ。その中で相対的に100均のお菓子実は今安いんですよね。
こういうオールレーズンとか、あとこういう柔らか焼き芋とか、まあチーズの燻製とか、こういうおかず系みたいなのもありますね。で、いろんなおやつがあるんですけど、これ全部100均で買ったやつです。で、あとカロリーメイトとか、まあ、のど飴とかも入ってます。で、こちらの底の方って上側を取って出すものなので、そんなに普段は使わないものが入ってます。北海道の予備とか、エマージェンシーシートの予備。あとライトの予備ですね。野菜ジュースとか。これこの間半額でセールしてた、じゃがいものスープみたいなのが入ってます。で、これもなんか3割引きだったんですけど、開けたらそのまま食べられるっていう缶詰のご飯ですね。ちょっと面白そうだなって思って全種類1個ずつ買ってみました。で、1個300円するので決して安くはないんですけど、時間のない時に例えばレストランに駆け込んだとして、レストランで料理を注文してそれがテーブルに届くまでを考えると20分とかかかると思うんですよ。で、ご飯を食べて、でまた車に戻ってくるとしたら、結局40分とか1時間弱見ないといけないんですよね。私だけかもしれないんですけど、常に移動中って時間に追われてるんですよ。何か約束の時間だったり、電車に乗らなきゃいけないとか、子供を迎えに行く時間だったりで、なんだかんだ毎日焦って生活してるんですね。夕食を作る、夕食までの時間に必ず家にいなければいけないと思うと、何をするにも時間に追われていて、ちょっと軽くその辺でお茶っていうのって結構大変なんですよね。これ1個300円で高いと思うかもしれないんですけど、その辺のテイクアウトしたら1食1000円近くしますよね。でしかも時間もすごいかかるってなると、もう300円ぐらいだったら許容範囲かなって思います。缶詰食べるときにスプーンが必要になると思うんで、こういうのもこの中に備蓄として入れておきます。お茶、小腹が空いた時とか、ちょっと甘いものが欲しくなった時のおやつ。これだけあれば、出先でお腹が空いても全然大丈夫っていう感じじゃないですか。例えば急な事故とかで車に長時間閉じ込められることになりました。災害みたいな問題が起きましたとなったら、これだけの備蓄があれば、子供と私、下手すれば夫と3人一晩ぐらい余裕で過ごせるっていう食事量になるんですね。こういう車載トイレっていうのを以前の動画でご紹介してるんですけど、うちはこういう車載トイレをちょっと大きめのトランクカーゴみたいなものに入れて車内に常に積んであるので、トイレ問題も大丈夫です。最近は100均でも1000円ぐらいで売ってる安いシュラフがありますよね。車の中なんで外よりは断然暖かくして過ごせると思うので、こういうシュラフを家族分だとうちだったら3つ車の中に車載しておけば、もうこれで簡易的な車中泊準備みたいなものになってるんです。このカバンに、よいしょ。よいしょ。少しタワーの横に空きがあるので、ここに紙の備蓄を詰めまして、蓋が閉まります。このバッグそんなに耐荷重がないので頻繁に持ち運ぶ想定はしてないんですね。たまに家と車の間を運ぶ程度で、例えば一人の方だったら車の助手席に置いておいてもいいし、後部座席に置いておいてもいいし、トランクループに置いておいてもいいと思うんですけど、こうやって開ければ中に食べ物とか紙類のストックが入ってる車用の備蓄のリュックが完成しました。ここが今まで説明していたバックインバッグに入っている備品が全部揃ってるので、ここにもライトとかモバイルバッテリーとかファーストエイドキットとかおしも用のグッズと、あとハンドクリームとかのケア商品がここから取り出せるようになってます。それで上のポケットなんですけど、ここにエキストラのエコバッグがいっぱい詰まってます。これご存知ですか？ダイソーで200円で売ってるめちゃめちゃコンパクトになるエコバッグっていうのがあるんですよ。このエコバッグを使うんであればだいぶ荷物が減らせるんですけど、その代わり私ちょっとこれ耐久性が心配なので、
軽いものを運ぶ用専用のエコバッグにしてます。一番軽量のエコバッグ、200円のやつ。というわけで、1、2、3、4、5、6、7、8。ちっちゃいのも含めると、8個のエコバッグがこの上の中に入ってます。なので、メインのカバンに4つぐらいエコバッグ入ってるんですけど、買い出しすると足りなくなるので、ここのポケットに入ってるエコバッグ類を追加して、急に出先で立ち寄りたい店が増えたとしても、慌てなくなりました。お店で袋を買ったとしても、1枚2円とか5円とかなので、こんなに頑張ってエコバッグを持ち歩く必要は多分ないんですけど、心配性なので、大量にこんな形になりました。はい、そんなわけで、最近の私の、カバンの中身の構成は、バックインボードっていう、段コードはこちらです。こういうさらに薄型のバックインバッグみたいなのがあるんですよ。で、これに最低限持ち歩きたいペーパーハンカチと、あとお店とかで商品のサイズをその場で測りたいときにメジャーすごく必要なので、このメジャー。あと、充電器とフェットライトと、さっき断捨離したはずのフルサイズの爪切り。私もう本当に爪がすぐボロボロになるので、結局爪切りはこっちの大きめな爪切り。で、この構成で入ってます。それと、メガネと、携帯と、その日、自分用とか子供用で食べたいおやつを一つなんか入れて、で、あと、はい、こちらが以前動画でご紹介させていただいた1万ミリアンペアのモバイルバッテリーなんですけど、さっきバックインバッグに5000ミリアンペアのモバイルバッテリーがあったと思うんですけど、やっぱり予備で2つ用意しておきたいんですね。この1万ミリアンペアは、子供が iPad を使うときに充電に必要になるんですよ。で、こっちの 5000mAh のダイソーで買ったやつって iPad とかタブレットとかを充電するにはちょっと非力なんですね。こっちの 10,000mAh のモバイルバッテリーだったら出力が 22.5W で高いので、で、ここにケーブルも一緒に入って100均で売ってるケースの中に入れて、で、これで落下とかに非常に強くなってるので、モバイルバッテリーって故障したり、あと火が出る火事の原因になったりしやすいんですけど、ちょっと保護しておきたいなっていうので、このモバイルバッテリーを入れてます。やっぱり使用頻度が高くなると、家で充電するんですけど、そのまま家に忘れがちなんですよね。そういう時にこっちの予備のモバイルバッテリー、5000mAh のモバイルバッテリー、どちらか必ず一つは持ち歩くっていう形ができてることでようやく安心してます。結局、いろいろごちゃごちゃ入ることになるんですけども、この形で日々持ち歩いてます。うちの子供はもう5歳超えてるので、おむつとかはないんですけど、それでも着替えとかおやつとか、お弁当とか持って歩くときには、これとはまた別にマザーバッグっていうのを持って歩きますし、で、子供がちっちゃかった頃の持ち歩きバッグはこのくらいのサイズ大きかったです。これボディバッグのサイズになって、で、ここにおむつとかミルク関連の用品とか入れてたので、ここから比べると、今のカバンは非常にコンパクトになりました。この形がいいのは、両手が使えることと、すぐ上げ下ろしができることと、リュックタイプってどうしても中のものを取り出すのって一回下ろしたり、後ろ手で探ったりってしなきゃいけないんですけど、これだとこうやって上から見下ろして中が全部見える状態で非常に扱いやすいので、私は今このショルダーバッグ、壊れるまで使おうと思ってます。実はこのショルダーバッグ、ちょっと、もう一回ここがちぎれて壊れかかったところを上から縫って補強して、あともう1、2年は使いたいなって思ってます。補修できる部分は補修して、できるだけ長く使っていきたいなと思ってます。これは結構いい値段するので、変態な人ぐらいしかそんなに備えがないと思うんですけど、モーリアンヒートパックって言って、この中に水を入れれば、このパックを温められるっていう、こういう商品があるんですね。中の缶詰とかを温められるので、こうやって入れておくこともできるし、それで私の場合は、こういう虫除けミストとか、センスとか、クールタオルですね。こういうのをサイドポケットに入れておいて、今冬なんですけど、
突然暑くなってきた場合でもこういうグッズがあれば対処できるようにしています。で、夏には冬のもの、冬には夏のもので備蓄しておいたら、基本的にこういう普段使っているカバンってその季節のもの、冬なら冬のもの、夏なら夏のもの仕様になってると思うんですけど、その反対側の季節のものを車の方の備蓄に入れておくことで急な気温変更にも対応できるかなと思います。非常にお話が長くなりましたが、なぜ私が防災ポーチというものをやめたかっていう理由について、今使っている防災アイテムを取り入れた日常使いのカバンと車に置いている備蓄のリュックについてのシステムの紹介をさせていただきました。この人ちょっとした変態なんだなと面白がっていただければ幸いです。で、立派な車の備蓄のリュックができたので、じゃあ家への備蓄はしてないのかというと、このカバンを毎朝チェックするときにやっぱりティッシュとかゴミ袋とか、あと朝出かけるときに1本飲み物を持っているっていう習慣をつけてます。はい。で、防災というものを掘り下げていくと、私は意外と自分が変態だなっていう自覚が最近出てきてまして、で、例えばこういうエマージェンシーキットっていうのもいろいろ工夫してその使うシーンに合わせてカスタマイズしてたりするので、それも今後ご紹介していきたいなと思います。防災で持ち歩きバッグの次に大事だと思っているのがスマホアプリなんですね。はい、Twitter だったり LINE だったりで家族と連絡を取り合うっていうこともしていくと思うんですけど、まだ携帯電話が持てないような子供さんには GPS 機能のついたキッズ携帯だったり、いろんなアプリを使って子供の居場所を確かめる方法っていうのもあるので、そういうのも災害が起きる前にきちんと確かめておく必要があると思ってます。あとですね、こちらが停電が起きた時に自動点灯する USB 充電付きのライトなんですけど、こちらは枕元のコンセントとかに挿しておいて、急に停電になった時に自動で点灯してくれるというライトなんですけど、こういうアイテムのご紹介だったり、あと最近発見したんですけど、ワッツさんで660円で売ってる地震が起きた時に勝手に電気がついてくれるアイテムらしいんですよ。で、これ660円ってかなり破格の値段なので、災害発生時にとにかく明かりが大事なので、ちゃんと明かりを確保してくれるようなアイテムもこれからまた別の動画でご紹介していきたいなと思ってます。ママケアのチャンネルの方ではいろんな防災アイテムの商品の紹介もしていきますし、プレゼントで当選したようなアイテムの紹介をさせていただいたり、あと友達がすごく電気に詳しいので、その方にいろいろお伺いして、災害の時でも日常の時でも役立ちそうな電気のお話をさせていただいたりとか、すごくどんどんバラエティが増えていってるんですけれども、最近新しくできたサブチャンネルの方ではのんびり子供と車中泊とかキャンプをしたりする動画も配信していますので、できればお暇な方、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日の動画が役に立ったなと思われる方、または頑張ったねっていう気持ちを込めてでもいいので、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。